レトロ男子です。納車2日後ですが、もう旅に出ました。特に行き先は決めていませんでした。ただ、長いことカニを食べていないなと思ったので、カニを食べに行こうとだけは思いました。関西でカニといえば山陰日本海なんです。なので日本海を目指すことにしました。それとですね、今回がハッピーワンシティを購入しての初めての長旅です。車中泊もします。この車の走行性能やキャンピングカーとしての使い勝手がよくわかると思います。現実ですが、今どんどん追い抜かれているでしょ。軽トラックベースのキャンピングカーですから、それはもう当然デメリットはあります。実際に走ってみて使ってみての感想を忖度なしにお話ししようと思います。軽キャンピングカーの購入を検討されている方がおられるなら、メリットよりデメリットを知ってもらった方が参考になると思います。日本海に向かうので、中国道から舞鶴若狭道へ入りました。山陰の日本海といっても鳥取、兵庫、京都、結構広いですよね。みんなカニの産地です。とりあえず福知山に向かうことにしました。ところが途中で思わぬハプニングが起きました。走行中、フロントガラスに物が当たり、バーンという大きな音がしました。すぐサービスエリアに入り確認したところ、やはり傷が入っていました。どこかからか飛んできた小石が当たったようです。フロントガラスの傷は車検が通らない場合があります。ガラス交換になると10万円以上かかります。1ミリぐらいの傷なので大丈夫だとは思うのですが、帰ってから車屋さんに見てもらいます。一番最初の旅で起きたアクシデントなのでちょっとへこみましたけどね。フロントガラスが割れずによかった、不幸中の幸いと思い直して出発しました。高速道路は福知山で降りました。今回の旅行先は城崎温泉に決めました。車中泊場所を調べていたら、城崎温泉の入り口に酒屋さんが営んでいる RV パークがあることが分かったんですよ。温泉の外湯巡りをして帰ってきたら、酒屋さんの酒やビールをいただく。もう最高ですね。そしてなんと当日の予約 OK なんですよ。連絡したところ1台分だけ空いてるいうことだったので、即予約しました。ラッキーでした。ここです。温泉地から歩いて5分の場所にある RV パーク、稲葉屋さんという RV パークです。後で知ったんですけれども、いろいろな YouTuber の方から紹介されているお店でした。酒屋さんの店内で受付を済ませます。冷蔵庫でうまそうな地ビールと地酒が私を待っていました。こちらの RV パークは中華料理やラーメンの出前が取れるんです。お店で生ビールや日本酒の利き酒セットも飲めます。お店の裏の駐車場に車を止めます。電源もついてます。車2台分のスペースを1台で使えます。広いので椅子やタープも OK とのことです。これだけ広いサイトで電源付きで1泊3850円です。こちらに連泊してベースキャンプに使ってカニを探すことに決めました。温泉まで歩いて5分10分ですから、当時にも使えます。お酒も豊富にあって出前も取れる、こんな素晴らしい場所ないですね。早速温泉街にカニを見に行きました。 RV パークから温泉まで歩いて5分ぐらいです。さすが関西有数の温泉地城崎温泉、賑やかです。いろいろな土産物屋さんが軒を並べています。見て歩くだけでも楽しいです。観光気分が盛り上がりますね。温泉街の繁華街にカニを扱う鮮魚店がありました。こちらのお店はカニ以外にいろいろな美味しそうな魚介類も置いてました。さすが松葉ガニは高価ですね。2階がレストランになっているようですね。鮮魚店見て歩くだけでも楽しいですね。
向かい側の通りにもカニを売ってるお店があったので覗きに行きました。道頓堀のカニ道楽のようなお店ですね。大迫力です。どちらのお店も池ガニは多いんですけど、ゆでガニは少ないんです。車中泊でカニを茹でるのは少し難しいですからね。1万円を切る茹でた松葉ガニを探しましたが見つかりませんでした。温泉街を出たところにあるカニ専門店も回りましたが、お財布に合うカニはなかったです。最後はスーパーマーケットに来ました。豊岡にあるご当地スーパーメガフレッシュさん。買った食材を冷蔵庫に入れますが、その前に冷蔵庫のブレーカーを入れないといけないんです。これですね。ブレーカーオン。スーパーで買った食材です。本日のカニはこれです。カニを見て歩きましたが結局決められませんでした。条件は松葉ガニ、ゆでガニ1万円以下。そして日本海まで来たんですから当然地元のカニ、タグ付きのカニです。今回の旅行2泊3日の予定なので明日もチャンスがあります。今日はもう諦めて明日に頑張ります。スーパーで夕食も買ったので外湯の温泉に浸かりに来ました。でも皆さん、歌の音が響き素晴らしい夕暮れです。見てください、この風情のある美しい風景。いかにも温泉地という感じがしませんか？撮影した時刻は午後6時頃でした。それまで往来にはたくさんの人がいてたんですが急にいなくなりました。旅館の夕食時間なんですね。地元の方に聞くと外湯の混雑もこの時間帯から急速に少なくなるそうです。なので外湯巡りはこの時間帯がベストだそうです。午後8時以降になるとまた増えてくるそうですよ。私もこの時間帯にお風呂に行きました。城崎温泉駅の近くにある里の湯が RV パークから一番近いんですが、残念ながら現在工事中なんです。なので今一番近い地蔵湯に入りに来ました。灯籠の後ろが地蔵湯です。いいお湯でした。この日はそんなに寒くなかったので夕暮れの温泉街を散策して帰ることにしました。夕暮れになってくると旅館の灯火が川に映るんですね。夕暮れ時の城崎温泉の風景、日本全国の温泉地の景観でもトップクラスではないでしょうか。この風景を見に来るだけでも十分価値があると思いました。それでは今日乗車したハッピーワンの感想についてお話ししましょうか。高速道路の走行ですが、中国自動車道や舞鶴若狭道はそんなにアップダウンがありませんので、周りの車についてきず困ったというようなことはありませんでした。左側の車線を80キロをキープして走ることができました。ただしそれ以上のスピードで継続して走るのは無理だと思います。今日は道路上の風も弱く、横風で流されるようなことも全くありませんでした。大型トラックに追い越しされた際も風圧で流されるようなこともなかったですね。80キロ以下の走行でしたらコーナーリングも全く問題はありませんでした。高速道路上では80キロ以下のスピードでゆっくり走るというのであれば特に問題はないと思います。ただ一車線の高速道路であれば
後ろに車がつながる可能性もありますね。そんな時は大型トラックの皆さんと一緒に走るのも一つの方法ですよ。大型トラックの皆さんはほとんど80キロ平均で走ってられますから、一緒に走れば怖くないですよ。ベース車が 660cc の軽トラックであることを理解して運転してもらえばストレスを感じることはないと思います。一般道を走行した感想をお話します。一般道ですが、直線であれば全く問題はありませんね。しかし急勾配のカーブの連続する峠道はきつかったですね。そんな道が長く続くと後ろに列が続くでしょうね。馬力もなく普通車に比べたコーナーリングも悪いですから仕方ないですね。本日走った道路は比較的走行のしやすい道路でした。道路事情で走行も大きく変わってきます。悪路を走ったらまた感想をお話します。それから高速と一般道と共通してのことですが、ブレーキの利きが甘いです。制動距離はかなり長いと思いますよ。ハッピーに乗ってられる方は皆さん同じことを言ってられるので、ブレーキの利きは弱いと考えた方がいいでしょう。オプションで強化する方法があるようなのでまた調べておきます。初めて長距離を運転した感想を今お話ししました。ネガティブなことばかりのお話になってしまいました。走行に関してはハッピーワンの最大のデメリットですから仕方がないですね。その代わりキャンピングカーとしては素晴らしい性能を持っているのですから、車としての走りを取るか、キャンピングカーとしての居住性を取るか、最後はこの2択です。ガンガン飛ばして早く目的地に着きたいなら、割高のキャンピングカーを買わずに乗用車を買って旅館ホテルに宿泊した方がストレスはないと思いますが、キャンピングファンの方は非日常を味わいたいのではないでしょうか。私もその一人です。次はハッピーワンシティでの初めての車中泊飯をご紹介します。いますね。さあ、これ全部温泉街の居酒屋で飲むのも楽しいでしょうけどね。でも今日は初めての車中泊ですから車内で食べます。車中泊居酒屋の開店です。よいしょ。チューハイを継ぐ掛け声から始まりました。ジンレモンサワーです。車中泊がある限り続く一人宴会です。いただきます。うまそうに飲んでますね。お惣菜で買ったカレーコロッケ4個でなんと158円。安いでしょう。また抜群に美味しかったんですよ。何も混ぜずにじゃがいもだけで作っているんでしょうね。シンプルな味で美味しかったです。クリームチーズの入ったちくわの天ぷら、お酒のあての定番ですね。居酒屋に行かなくても十分美味しいお酒が飲みますね。チューハイビールの最高のお供です。ぶりカマの塩焼き、これもまあお酒のあっての鉄板ですね。ジューシーで脂が乗って美味しいぶりカマでした。海の近い町はやっぱり魚が安くて美味しいですね。刺身3点盛り、見るからに色が綺麗な刺身で新鮮でしたよ。このぶり脂が乗って美味しかった。もごもご言わんと喋ったらどうですか？もう飲むのに必死になってますね。
脂がよく乗ったぶりです。美味しい。ようやく食レポしましたね。単純ですが、レトロ男子大好きな日本酒です。日本酒ね、お刺身を買ってありますんで、お魚とですね、カニの刺身、お寿司がありますんで、これですね、ここのRV パークで売ってるんですよ。ここ酒屋さんですから。霞鶴のこれ濁り酒、なかなかね珍しいです。それも吟醸純米の濁り酒です。霞鶴クラシックなお酒っていうようなイメージがあったんですけどね、こちらの方でお聞きしたらなかなかフレッシュでね、甘みのあるお酒が今メインらしいです。いただきます。喋りがたどたどしいですね。もう酔っ払ってるんですかね、このおっちゃん。でも酒を継ぐときは真剣な顔してますね。嬉しそうな顔して飲んでいますね。これはほんまうまい。これは美味しいですね。日本酒のあてはやっぱり刺身がいいですね。マグロの赤身はもう冷酒でも熱燗でもどちらでも合いますね。日本酒のあてのもう鉄板ですね。醤油をちょこっとつけて、わさびをつけて、口に入れてお酒を飲むと至福の時間が広がります。濁り酒はうまみ酸味が強く、私大好きなお酒なんですよ。香りも強いです。口当たりもいいのでグビグビ飲みます。こりゃうまい。シニアは健康にも気を使います。生野菜ですね。1日1回必ず生野菜を食べます。でもいくら生野菜食べたってお酒飲みすぎたら肝臓の数値また爆上がりですよ。主治医の先生にまた怒られますよと思いながらも、この日の一人宴会は続きました。新鮮なシャキシャキした野菜、美味しい。この後酔っ払ってしまって撮影ができませんでした。残念ながら本日はここまでになります。カレーコロッケがまた美味しい。本物のカニは明日探して必ず次回の動画でお見せします。次回はカニ旅行の完結とハッピーワンシティの車中泊の使い勝手についてお話ししようと思います。山陰の美しい日本海の海岸、激安のカニを求めてハッピーワンで走ります。ハッピーワンにはなかなかシビアなドライブコースも走りました。カニの水揚げで有名な漁港にたどり着きます。霞漁港です。待望の松葉ガニにも出会います。お値段の交渉開始。果たして激安ガニ手に入るでしょうか。レトロ男子の大好きな日本酒の酒蔵にも訪れます。うまそうな日本酒がいっぱいありましたよ。田島の山奥の RV パーク併設の道の駅にも寄りました。激安カニを求めて日本海への旅完結編です。ぜひご視聴ください。